僕20歳の頃に1回東京 NSC9 期生で入ってるんですよ。まあいろいろあったわけじゃないんですけど、クビになって、その時もラーメン屋でバイトしてたんですよ、もうずっと。でそのまま5年後にまた NSC の15期生として入り直したんですよ。6年後かってことは。これしかないので、これでダメだったらもう本当死ぬしかないぐらいなんで、もうやっぱ70過ぎてもお店で立ってラーメン作っていきたいなっていうのはありますね。ラーメンだけ唯一やれてる職業というかなので、これを絶対続けていきたいなっていうのはありますね。3時半とかそれ前ぐらいですかね。だいたい3時前に起きて準備してすぐ来て仕込みに入るって感じなんで、限定の時とちょっと通常の時だとまた仕込み方が全然違うのであれなんですけど、だいたい仕込む時間は一緒ですね。だいたい火入れは必ず3時ぐらいにしたいっていうのがあるんで、だいたい3時にちょっと過ぎには来てます。週に1回限定やってるんですけど、これはこうなるから、じゃあ自分の純正スープにもこれは使えるよなみたいなので、いろんな勉強の意味で限定はいろんな食材を使ってやらせてもらってます。8時には寝てます。9時ぐらいにこれから飲むけど来るって来るんですけど、全然もう寝てるんで、逆転まではいかないですけど、もうおじいちゃんみたいな感じですね。それはめちゃくちゃありますね。ご飯もやっぱり4時とか5時ぐらいから食べ始めるんで、大体みんなその頃仕事が終わったりする頃じゃないですか。だからあんまり人とはもうオープンしてからは生活の中心がもうラーメンになってしまってるんで、しょうがないというか、もう自分がやったことなんでしょうがないかなと思ってます。僕いつも1本でやってるんですよ、営業なんで。100ちょっと出たらもう終わりなんで、またそこをかさ上げして、明日また普通のいつも通りのスープ作るんですけど、サザエの味はちょっとします。そうなんですよ、ずっと継ぎ足しでやってるんで。なんで限定の次の日もある程度限定の味がするというんですかね。やんちゃスープって呼んでるんですけど、普通の時が純正スープっていう感じで、限定の次の日はやんちゃスープでやってますみたいなところで、
要は普通の純正の味ではないので、純正スープは田舎にありそうなラーメンをこう自分なりにブラッシュアップして作ってるっていう意識で作ってるんですけど、食べた時に鼻に抜けるのがサバの香りが抜けるような感じでスープはいつも毎日作ってます。むちゃくちゃありますね。来なかったらどうしようとか、やっぱもうまだお客様が定着多分してないって自分の中で思ってるので、やっぱむちゃくちゃ不安になるんで、やっぱその時は結構 YouTube とかの吉村屋って横浜にあるんですけど、それでなんか朝仕込んだりして、この孤独がたまんねえんだよって吉村会長が言ってたりするのを見て奮起してますね。最近だと6時40分ぐらいにオープンしてるんですよ。7時半オープンして7時頃って書いてあるんですけど、もう大体6時40分には全部準備ができてオープンできるんで、なんで仕込んでから3時間ぐらい、3時間ちょっとで一応ベースはできてるんで、そこに味を足していくだけなんで、まあ多くは朝と昼だと味が違うっていうのは、入れてから3時間とか4時間ぐらいじゃないですか。でも昼だともうさらに入れてるんで、まあそれだけ出汁が出てるんで、もうお好みで来ていただければって感じですよね。もう時間帯によってちょっと味がちょっとずつ変わってくるっていうのはあります。僕20歳の頃に一回東京 NSC 9期生で入ってるんですよ。まあいろいろあったわけじゃないんですけど、クビになって学校行ってないとその当時クビになってたんですよね、最後の方に。でクビになって、その時もラーメン屋でバイトしてたんですよ、ずっと。でそのまま5年後にまた NSC の15期生として入り直したんですよ。6年後かってことは。でその芸人やってる期間もずっとラーメン屋でバイトしてたんですよ。そういう経緯があってラーメン屋になったというか、ラーメン作ることが楽しいなってなって、どんどんラーメン作るのにハマってったって感じではありますね。
休みの日、日曜日とか、はい、外れないですね。何食べても、限定でも、デフォでも何でも美味しいんで。すいません、ありがとうございます。カレーのしょっぱさとサザエのしょっぱくないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。そうもうサザエから海の匂いがめっちゃして、すげえなこれみたいな。はい、いただきます。お願いします。あ、いいですね。超うまかったです。この時間でやってて、普通にこのクオリティ出してくれるのが多分島内ではまずないですし、日本にもほぼないんじゃないかなっていうような超貴重な店に今なりつつあると思うので、よく通ってます。はい、いろんな食材使ってメインどんどん作ってます。毎日スープ置いてみてください。ここでブルボンからリストアプレゼントのお知らせです。今月はミニバンドファミリーサイズキャラメル&オコロをご紹介します。一番好きな食べ方です。明日のスープがこれを引き継いでるんですよ。いつ来ても味が違うっていうのも一つ魅力ですね。赤いのとかだったら面白いと思うので。大学のストーリーです。ありがとうございます。すみません。連れてきたものを扱って、すみません、ありがとうございます。いらっしゃいませ。サザエと煮ましのサザエと煮まし2名様、その後1名様までどうぞ。こちらから出ていただける下にビールがありまして、コップがありまして、セーブになります。すいません。申し訳ないです。これまでの知らないように
いです。気をつけてください。10時半ぐらいに終わります。一番顔はなんかシュートですけどありがとうございますありがとうございます月曜に結構限定やるんで、まあ、食ってから仕事に行けるっていう。栄一さんって店主の人柄です。明らかに。こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、とっても感動するようないいもので、なんかすごいビジュアルがいいとか映えるとか、なんかそういう女子受けするようなラーメンではないんですけど、地元の人がずっと長く通えるような感じのラーメンで、こんな駅から遠くても朝からみんな来てくれるようになって、それはもう完全に栄一さんの人柄だと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもどうぞ。いつもすいません。お口に合います。大丈夫ですか。本当ですか。お待たせしました。サザエです。お客様に来てもらって美味しいって食べてもらえるのが、まあ、やっててよかったなって思えますよね、やっぱり。じゃなかったらやってる意味がないというか、もう本当にありがたいですね。朝からわーっと来てもらえたりもするので、本当にめちゃくちゃありがたいですね。もうこの場所でずっとやり続けられるんであればずっとやり続けたいなっていうのもありますし、70過ぎてもお店で立ってラーメン作っていきたいなっていうのはありますね。それが一番ですかね。やっぱ長く続けられるお店、みんなに可愛がってもらえるお店になったらいいなって思いながらやってますね。なります。これしかないので、これでダメだったらもう本当死ぬしかないぐらいなんで、もう本当に多分何やっても芸人の時も売れなかったですし、正直もう全然何もやれなかったですし、バイトもほとんど続かなかったですし、いろいろバイトもラーメン屋以外でもやってるんですけど全然ダメですし、ラーメンだけ唯一やれてる職業というかなので、もうこれがなくなったら寂しいのでこれを絶対続けていきたいなっていうのはあります。待ってます。どうもありがとうございました。